先月のスケールコンペ大会に向け急遽組み上げた BD クローラーカーズベリー。今日は改めてムービーにして紹介します。ちなみに今回の試走の目的は新しく導入した激安ダンパー。まずはシャーシの紹介をしていきましょう。さて今回はスケール感より実用性を重視してボディピンでボディを固定しています。シャーシ前景はこんな感じ。 4mm 厚のカーボンで切り抜かれた最新の LCG シャーシです。そしてこれが今回のテストの主眼、激安中華ダンパー。4本で1200円というお手頃価格だけど性能やいかに。モーターはホームズホビーズのリボルバー 2500kV、 高周波を発しながら高トルクを発揮します。リバースも極低速でコントローラブル。 ESC はサイドワインダー4。扱いやすい ESC ですが結構発熱します。ドライバーはレースカイウォーカー。ダッシュボードは自作です。タイヤは現在最強と思われるプロラインのトレンチャー。前後でインナーフォームを調整済みです。とこれが現状の僕のマシンです。それでは早速岩場に繰り出します。上り、キャンバー、下りという3つのシチュエーションでテストしていきましょう。まずは最近石切りで流行っている例の崖です。アプローチは簡単でスムーズに登ります。でも最後は LCG の宿命でシャーシの底が引っかかって苦労します。それでも最後は力技でクリアしました。次は片岡坂の手前の滑らかな岩が特徴の急坂。タイヤと路面が若干濡れているせいもありグリップは低めですがシャーシバランスが取れているのでタイヤを回し続けさえすれば問題なく登りきれます。最後は僕がテストによく使うあの坂。この坂結構厳しいはずですがあっけなく走破完了。次はキャンバーです。上りよりもかなり難易度が高くなります。ここは僕が前田キャンバーと名付けた超絶厳しいキャンバーです。ルループの時は簡単でしたが今回はコイルオーバーなので難しいかなと考えていましたが慎重にトライすれば攻略できました。ここもかなり無理をしないと攻略できない場所です。トイ好きの時は簡単に横転してました。注目してほしいのがリアサスの動きと浮いているフロントタイヤをコントロールして重心移動している点ですかね。タイヤの絶対的なグリップは限られているのでステアリングを細かく調整してフロントタイヤの重みでバランスを取るように操作します。腕の見せ所でもありますね。クローラーでかっこいいと思う動きの一つがこのコーナーを巻き込みながらキャンバーをクリアする場面ですよね。ここではマシンが45度以上傾いていますが低重心が効いて横転はしません。マシンバランスが取れていると安心してコントロールできます。
逆光で見えづらいですが、ここは片岡坂。登るのも難しい急坂を降りてみます。フロント荷重が多すぎると前転しますが、このマシンは大丈夫です。アクティブドラグブレーキも有効です。次に降りながらのキャンバー。ここではフロントオーバードライブのせいで後輪が横滑りしてしまっています。こういう場面ではオーバードライブも一長一短ですね。最後は動画の最初に登板した崖を今度は逆に降りてみます。垂直に近い崖ですが、このマシンなら横転せずにバランスよく降りていくことができます。かなりいい感触ですね。今日のテストではカーズベリーのバランスの良さを確認できました。上りは当然いい感じですが、キャンバーへの対応が圧倒的に安定しています。どんなシチュエーションでも思い通りの操作が可能です。ブラシレスモーターの音がうるさいですが、それもご愛嬌です。全体的に大満足ですね。ではまた。